はい、始まりました。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。準レギュラーのはい。ガスさんに今日は来ていただいて、よろしくお願いします。ちょこちょこ出てもらうかもしれない。ワンチャン。もうほぼネタ切れですけどね、今回のやつで。ちゃんと作ったやつはマジで、もう今日これで終わりなんで、今日が最後です。いや、お願いしますよ。できればね、準レギュラーになっていただきたい方の一人であるんで、他の方が出る可能性もね、今後あるかもしれないんで、はい。今日はやっていきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。今日はガスさんの魂でもない魂でも、いや、純魂で12代目ドクターとビスラーターロー、はい、ビスラーターローになります。グリクシスです。そうですね。グリクシスは逃走者の色。そうなんですか。ニコル・ボーラスが逃走者、グリクシスなんで、グリクシスが逃走者の色なんですよっていうのを最近発見してまあ行きましょうか。はい、12代目ドクターから能力説明しますと、5744で各ターン内であなたがあなたの手札以外から唱える一つ目の呪文が実演を持ちます。実演っていうのは、あなたがその呪文を唱えた時これをコピーしてもいいと。そうしたら対戦相手1人を選びこれをコピーさせる。どういうことだっていう誰かに唱えた呪文をあげるから、俺もこの唱えた呪文は倍になるぞ。なるほど、そういうことなんですね。はい、で、あなたが呪文一つをコピーするたびこいつに、11カウンターを1個置くと。はい、で、相方のこのビスラーターローさんは4725で、こいつが場に出た時、あなたは対戦相手1人はこれのコントロール L を選んでもよい。はい、そうしたならそのプレイヤーがコントロールし続けている限りこれがまず思想されると。はい、で、あなたの終了ステップの開始にカードを1枚引いて、その後あなたの手札にあるカードの枚数に等しい点数のライフを失うと。はい、ということは何が起こるかと言いますと、まずどういうことですか。こいつが出たらまず先に12代目出すんですよね。そうですそうです。まず12代目を出しました。ビスラーターローを唱えます実演が起こりますよね。はい。で、その実演が起こって出たらどうなりますか。はい、まず出たら、はい、ビザータロ出たら、はい、これビザータロの説明でいいですか。はい、大丈夫です。はい、出てきたら、はい、出てきた、もう書いてある通りなんですけど、はい、出たら対戦相手1人に渡して、渡すんですよね。はい、でそのプレイヤーからの渡されたプレイヤーからの思想を受ける。なるほど。で、これ実演されてますよね。はい。で、これ実演するとどういうことかっていうと、はい、実演って、はい、手札以外の呪文なんで、そもそもビズラーターロって、そうですよね、実演の対象になるんですよ。なってますよね。統率者領域が手札以外なんで、はいはい、でビズラーターロがまず本体スタックに乗ります。はい、でその後に実演の解決スタックが乗って解決されて、はい、でビズラーターロのコピー、じゃあそれを実演します、僕が、はい、実演しますってなったら、はい、ビズラーターロのコピーが次1枚出てきます。はい、で実演するっていうのは対戦相手にもこの呪文のコピーを唱えさせるんで、相手にもビズラーターロを出します。なるほど。はい、はい、今スタック上にビズラーターロ3枚あるんですね。なるほど。はい、で、はい、対戦相手が出てきた、はい、対戦相手のやつから実演って対戦相手の、はい、コピーから解決されるんで、はい、まず対戦相手のビズラーターロが場に出てきて、はい、僕でもいいですし、それ以外のプレイヤーにビズラーターロが渡ります。なるほど。はい、渡さなくても大丈夫なんですけど、なるほど、基本は渡ります。なるほど。はい、はい、で、で解決されました。コピーが解決されました。はいはい、対戦相手のコピーが解決されました。はい、でそしたら次僕のビズラーターロが解決されます。コピーが。はい、でコピー解決されたら僕の場に出てきて、はい、僕の場から誰か対戦相手1人選んで渡します。はい、でこれの時渡すのは、はい、自分が実演させた対戦相手が渡した先じゃないところに渡すんですよね。はい、渡しました。はいはい、で出ました。で最後本体が出ます。出てきましたら全部ほぼ対戦相手に行くと。そうです。そうです。行くんですよね。その想定です。そう想定ですよね。はい、でそうするとまずそれが思想されてて、
エンド時にその人の手札にあるカードの枚数分のライフをその人は失うと。そうです。カード1枚引いてその枚数、手札にある枚数分ライフルーズっていうデッキになると、いうことでまず合ってますか？はい、合ってます。はい。でこの、僕考えて天才だなって思った、ちょっと自画自賛なんですけど、天才だなって思ったのは、ビズラターロの実演先のコピーは僕にも来る可能性があるんですよ。なるほど。はい。で、これビズラターロ僕の後のスタックの処理で、僕のやつが後で解決されるわけじゃないですか、コピーが。そうですね。僕のコピーが出てくるんで、対戦相手が実演先で渡した対戦相手が僕に回してきても、レジェンドルールで、対戦相手が渡してきたやつを探れば、なるほどなるほど、僕がビズラターロ残ることないんですね。言ってるの分かります？なるほどね。自分に来ることはないと。そうです。その代わりに対戦相手2人だけにビズラターロを配ることになるんですけど、少なくとも僕にビズラターロが残ることはない。なるほどなるほどなるほど。自分に来ることはないということなんですね。っていうレジェンドルールで。これ天才なんで。でまずどういうデッキの構成になってるんですか？もう手札以外から唱える12代目ドクターを基本的に使って戦っていくっていうところだけで、でライフを削る手段はもうこのビズラターロ以外に基本ないです。ないですね。なるほどなるほど。でとりあえず手札以外から唱えれば、呪文が実演できるので、こういうふうに黒焦げのホワイエと歪んだ空間みたいな、この間出た部屋のカードなんですけど、衝動ドローみたいな。そうです。なるほど。そういう衝動ドローとか、あとデッキトップから唱えられる呪文カードとかで、どんどん実演をしていくっていう感じなんですけど、例えば酒場流剣かサッポ。そうですね。これはアップキープに自分のデッキトップ追放して、でそのターン中そのカードが使えて、自分のジェネラルが強くなる。そうです。強くなる。こいつ殴りにいけるワンチャン想定もあるかもしれない。ないですね。ないんですか？ここから唱えられるカードでなるほどっていうところが一番一応11カウンター乗っていきます。そうです。乗っていくんで、そういうのもありますけど、守備に使う感じですか？逆に。そうです。なるほど。ちなみにこれビズラターロ対戦相手に渡した本体のビズラターロも酒場流喧嘩殺法のなるほど、対象になる。すごいぞこれ。酒場流喧嘩殺法のパーも増えると。そうです。すごいですね。で他にどんなカードが入るんですか？で、他のカードとしては、12代目ドクターって結構いろんな追放領域で実演できるカードがあれば、もう何でも何でもいい構成にはなるんですけど、やっぱビズラタールを使っている以上は手札の枚数分ライフルーズってところに注目して、手札を増やさせたいですね。そうです。手札を増やさせるカードをめっちゃ入れてます。例えば、このハウリングマイン、吠えたける鉱山ですね。吠えたける鉱山ね。これはもうおなじみ。これ実演唱えれば4枚ドロー、素晴らしい。関東常盤連合のね、習わしい。みんな施しが大好きだ。吠えたける鉱山入ってないんですかって毎回言われるっていう。入ってないのはちょっとマナー違反なんですよね。マナー違反ってことないですけど、あんまちょっとマジかよっていうあれになる。吠えたける鉱山入ってねえのかよっていう。であとは例えば貪欲の角笛、これもね入ってないと上陸するたびに、上陸っていうか土地をプレイするたびにカードすごいですよこれ。オールプレイヤーですよね。カード1枚引く。これ12代目ドクターで実演できれば途中でプレイするたびに3枚カードが引けるっていう。であとは絶望の宝石ですね。これ6マナのアーティファクトで、出たらそのプレイヤーがカード3枚引けます。で好きな色マナが3つ出ます。でこのカードのコントローラーがブロックに何も宣言しなかったら、このカードのコントローラーをその攻撃してきたプレイヤーにコントロールを移して、そのプレイヤーがカード3枚引けるっていう。意味わかんないですよね。そうです。だからこれビズラターロがいれば、カード3枚も引けるのいらないよみたいな感じのなるほどなるほど。面白いですね。面白いですね。そうでこれを実演すれば、僕は6枚ドローして僕は6枚ドローして相手に3枚カードを引ける。なるほどなるほど。そういう感じでいっぱい手札を増やします。でビズラターロいると、これ手札パンパンの状態でビズラターロ出してあげると、みんなが一生懸命必死になって使おうとする。そう手札を減らそうと、ライフルーズを減らそうとするっていうところを眺めるのが楽しいで。なるほどなるほど。になってますと。他には例えば何が入るんですか？一応コントロールを移すとか、意外とこのビズラターロって渡しただけで削離耐性とか全然削られてその場が終わっちゃうみたいなのがあって、この打ち砕かれたものをジョン・イレニカスっていうので、例え仮にあれですね、
桜で耐性をつけてあげるっていうのもそんなことができるこれで、あります。これ4マナ33で、僕のエンド開始時に対戦相手1人、そうですそうです、対戦相手1人選んで自分のコントロール、生贄にさせられない、そうですそうです、持つ。で僕がオーナーで僕がコントロールしてないクリーチャー、だから上げたクリーチャーですよね。これそれが殴ると、このカードうちのチャンネル見てる方は結構ね昔ながらの方はね結構ファンが多いんですよ。そうですよね。うちの動画でこれ見た時感動しました。これちゃんとした使われ方を聞いた時マジ鳥肌立ったカードだったんで。すごいっすよね。これ勝ち筋探すの大変だったんですよ。大変だったこれ引き分けのカードでしたからね。そう勝ち筋探すの大変だった。これをビズラタロって、渡しても良いので、あえてそういうなんか白黒とかで、自分のクリーチャー炸れますっていうデッキよくあるんですけど、そういう人がいた時にこいつを出して、プラス1カウンター2つ置きながらビズラタールを渡してあげると炸れないし強くなった状態で渡せるっていう感じ。あと泥も負けでついてるんでうまいと。ワンチャンサーチしてくる可能性もワンチャンあるかも。ギリギリあるかもしれないですね。こいつが一番サーチするんだったらこいつの可能性があるかもしれない。微妙なところですね。やっぱこのハウリングマインとかの強上でカード引かせたい。なるほど、カード引かせていきたい。なるほど。ビズラタール出すのは基本的に終盤なんで、確かに初めから出ても面白くないんで、こいつは。なるほどそうなんですね。っていう感じの構成になってます。また簡単に言うともう手札パンパンにしてライフルーズしてるところを。他はいいですか、紹介しなくて。ここはこれですね、面白カードなんですけど、まず秘技の否定、これ相性いいカード。これ相性いいカードです。相性いいですね。これ相手に引かせられる。わかりますよね。相手に引かせられる。自分も引けるんですけど、相手カード2枚ドローなんで最高っすよね。2点ライフルーズのカード打ち消しながら2点ライフルーズのカード。確かにこのデッキ唯一の打ち消しのカード。なるほどなるほど。最高っす。でこれをで他はどっちでもいいっす。麻痺、これ黒1マナでガスタの魂のカード黒1マナで、対象のクリーチャーはそのアップキープにアンタップできなくなります。きつい。でも4マナ払えば、アップキープに4マナ払えば、そのクリーチャーアンタップできます。これ麻痺系のカードで、黒っていうのはこれかなり珍しいです。これかなり強いですよ。これかなりいいっすよ。これ何につけるかっていうと、これビズラタールにつけるんです逆に、思想されてカップされてるビズラタールにこうやってつけるんですよ。そうすると4マナ払わないと殴って死にに行けないっていう。なるほどね、そういうことなんですね。なるほど、面白いですね。でもブロックされて破壊されるかっていうのも結局ブロックされてる側次第じゃないですか。なのでこれかなりいいカードですよ。これおもろいですね。面白いフレーバーですよ。そうです。これはいいですか。最後これいきますか。これ面白カード。これ無理ジータ成果知ってます？いや知らないです。これどうぞ読んでください。6マナの青のエンチャントで対戦相手1人が自分1つ取れるためにその分にはカード7枚引く。これすごいですね。これやばいっすよ。これ宇宙ですね。そうっす。これ出してビズラタール出すとカード1枚捨てる。カード1枚使っても6枚増えるんだなっつって。これ普通は見るデッキとかで使うんだと思います。そうですね。これはライフルーズのためにしたんです。めっちゃいいですね。これ欲しいですね。これ。いやこれ見る考えてるんで最近。いいカード知ったな。そんな感じで勝っていくと。そうです。どうやって勝つんですか。いやもうこれビズラターロのライフルーズ以外基本ないんで。それで勝つ筋なんですね。なるほどなるほど。僕はちょっと道中遊ぶのが大好きな人間なんで主だった勝ち筋は入れない。そんないないっていうそんないないっていうことなんですね。なるほど。まあそんな感じでやってきましたけどいかがだったですか、このデッキ。いやドクター自体は面白いんで、ビズラタロじゃなくても結構面白いコンパニオンいるんで、ドクターあんまりやってないですけど結構面白いやついるんですよね、本当は。ドクター風はマジでなんか僕みたいなあれにはすごいいいですね。プレイかなり面白いかもしれないんで、やってみてくださいということで、とりあえず今日は以上ですかね。高評価、チャンネル登録その他いろいろお願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。